しないと、やっぱり誰も人はついてこないし、やらない人ってのは大体こうしないですね。リーダーにカリスマ性は別にいらないですよ。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、人材育成術などを話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。じゃあ今日は何でしょう？今日もよろしくお願いします。はい。最近僕がですね、チームリーダーに昇進したんですけども、なんかリーダーってこう漠然とカリスマ性がないと務まらないんじゃないかなっていう風なことを思ってちょっと不安なんですね。なのでちょっとリーダーとして活躍する方法について今日ちょっとお伺いできればなと思って。はい。はい。わかりました。リーダーにカリスマ性は別にいらないですよ。いらないですか？だって結局結果論としてはい。カリスマ性があの人はあるねないねって言われるだけなんで、はい。誰しもが本来は最初からカリスマ性があるかないかなんてはい。ないんですよ。だから気にしなくていいですよ。本当ですか？ちょっとほっとしました。はい。リーダーとして何をするかっていう話でいくと、はい。そもそもリーダーシップみたいな話ってリーダーになったから必要なんじゃなくて、はい。皆さんそれぞれ本当は一人一人が必要なものですよね。うん。だって自分の人生においては自分しかいないんだから、自分の人生において自分でリーダーシップ発揮しないと誰が発揮するんだよみたいな話になるじゃないですか。はい。なんで、まずリーダーシップっていうのはリーダーになってからじゃなくて、なる前からでもやっぱりちゃんと発揮をするということをまず心がけた方がいいですよねと。具体的に何をするかっていう話になると、まずはやっぱりリーダーとしてチームのビジョン、目的目標を決めましょうと。一人で決めても最初はいいですし、はい。みんなにこう現状を確認しながら意見を集めて決めてもいいですし、まずやっぱチームとしてビジョン、目的、目標みたいなものがないと始まらないと。次のポイントはリーダーなんで自分ごと化しましょうと。チームのことを全て自分のこと、自分ごとだと思って感情移入しましょうと。プレイヤーの時、リーダーじゃない時は例えば発言とかですね、言動行動で自分の目線とかだけの人も多いんですけど、やっぱりリーダーとなるからにはチームのこと全部自分のこと化しないとやっぱり誰も人はついてこないし、適切な言動行動にはなっていかないので、とにかくチーム全体を自分ごと化すると。あとはやっぱり思考行動を鍛えて、尊敬される人物となるべくそれは努力していきましょうと。誰しもが別に初めから持っていないかもしれないので、とにかくリーダーとして思考と行動を磨いていくってことですよね。はい。信頼を得るためにリーダーには必要不可欠かなって信頼っていう要素は思うんですけど、具体的にどういうことを実践していけばその信頼っていうのは積み上がってくるのかなって思ってて、やっぱり思考姿勢と行動だけだと思いますからね。自分が逆の立場であった時にどういう人を信頼しますかっていう話、ちゃんと考えればいいと思うんですけど、適切さというかですね、いい考え方をしていて、姿勢もやっぱりその通り、現業一致じゃないですけど、思考の通りにちゃんとやっぱ姿勢もあって、やっぱそういうに伴った言動行動をしてる人っていう人を多分信頼していくはずなんですよね。言ってることとやってることが違う人はみんな基本的には信頼しないと思うんですよ。だからやっぱりなるべく正しいと思われることをちゃんと発言して行動していくと、いうことの積み重ねで信頼されるということにつながっていくと思うので、思考の部分で言うと勉強してですね自分ごと化するっていうのもそうですし、思考をちゃんと勉強してチームがやっぱどうあるべきかとか、どうしていきたいかとか、そのためにこう自分は何をすべきかとかしっかり考えてですね、思考を鍛えるということと、それに応じた姿勢行動をとっていくっていうだけですけどね、本当に真剣に自分ごととしてさっき言ったビジョンとか目的目標を考えて、でそれを実現するためにやっぱ一生懸命行動していくということですよね。確かにその今おっしゃった自分ごと化していくっていうのは一つ大きなキーワードかもしれないですね。ありがとうございます。姿勢の部分についてちょっと深掘っていきたいんですけど、モン社長がおっしゃるその姿勢っていうのは具体的にどういったことなんでしょうかね。そうですね。例えば仕事に取り組む姿勢とか、メンバーに対する姿勢とか、今後だったらそういうことです。例えばですけど、チームとしてこういうビジョン、こういう目的、こういう目標で頑張っていきましょうと言ったにもかかわらず、次の日から遅刻してきますとかね
こういう目標立てたのに全然そのために行動してないよねとか、姿勢とか行動はちょっと被る部分ありますけど、そしたらもうあっという間に信頼なんかないですよね。あれこいつ口だけかみたいな。なんでやっぱその行動の手前、姿勢が行動の手前だとしたら、やっぱまずはやるぞという姿勢、ちゃんと本気で思ってるよと、考えてやってるよという姿勢を示すことが大事なので、メンバーが大事ですって言ってるのに、すいません、何々さん相談したいんですけどって来たら、ちょっと待って、今忙しいから明日にしてもらっていいとか、あれってメンバーが大事って言ってて、いつでも相談してきてねって言ってたのに、そういう感じみたいな。向き合う姿勢がないと。ね、言ってたこととやってること違うじゃんって、露骨にやっぱ言われちゃいますよね。信頼もクソもないみたいな話なので、発言にも行動にもやっぱ一貫性をしっかりとそうですね。持たないといけないっていうことなんですかね。具体的に少し言っていくと、やっぱりその先頭に立って行動して、なるべく部下たち、メンバーたちのお手本になるということを心がける。目標とかいろいろ言いましたけど、やっぱ目標を定めてチームや組織って正しい方向に導くと。チームメンバーがパワーを発揮できるようにやっぱ環境を整えるとか、いかなる状況でもやっぱリーダーですから、周囲をちゃんと鼓舞してですね、意識を高める。結構ポジティブでいることとかも重要ですね。思考の部分ですかね、それは。なるほど。で、それを体現する姿勢、行動みたいな感じですけど、言動の方が大きいですかね、ポジティブは。やっぱりしっかりとメンバーとコミュニケーションをとって、価値観とか仕事業務、タスクそのものの意義もしっかりやっぱり共有したりとか、そういうことをやっていけばいいんじゃないかなと思います。なるほど。あとはちょっとお聞きしたいのが、コミュニケーションとかフィードバックのスキルっていうところもやっぱ最低限リーダーを目指すには備わってないといけない部分なのかなって思いますけど。まあでもコミュニケーションってやっぱこう若干得意不得意あると思うんですけど、得意だったら別に問題ないと思いますし、不得意であってもこれは別に定量的に決められるんで、例えばじゃあメンバーが5人いますと。だから5人とコミュニケーション取るって言った時に、日々の業務の中でコミュニケーション取るのがうまくなかったとしたら、それこそだからじゃあ日報的な話で毎日の報告を受ける機会を作って、そこで必ずこう会話をする。当然だから報告を受けたらそれに対して返さなきゃいけないんで、これでコミュニケーション発生するじゃないですか。でそういう機会をちゃんと設計したりとか、あとはまあじゃあワントゥーワンみたいな感じでやりたいんだってなったら、ちゃんとそういうスケジューリングすればいいですよね。機会をとりあえず設定すれば必ずやらなきゃいけないんで、必ずコミュニケーション取れるじゃないですか。だからコミュニケーションって言いますけど、これはちゃんとこう機械的にちゃんと設定していけば別にできるはずなので、やらない人ってのは大体こうスケジューリングしないですよね。なるほど。コミュニケーションさえもやっぱスケジューリングしちゃえばいいですよね。そしたら必ずコミュニケーション取るんで、それをまず取るっていうことですよね。ありがとうございます。じゃあカリスマ性っていうのは結果論の話であって、最初からある必要はない。だって誰も最初持ってないですよ。そうっすね。僕もカリスマ性があるかって言われたら別にないですし、それは勝手に人が思うことであって、あるかないかは。じゃあなんであるかないか判断してるんだって言ったら、そういう実績があったりとか、何かしらその差異があるからですよね。できるように見えるとかもそうだし、できる実績を引っ提げてきたとかもそうかもしれないし、過去に経験があって、それを知っていて、そういうふうに言うかもしれないですし、だから全然別に、私も最初持ってないんで、勉強になりました。リーダーにカリスマ性はいりません。まあ結果論としてカリスマ性があるのかないのかと、イメージとかで言われるだけなので、結果を出せば勝手に後でカリスマ性なんかできますよと、最初に気にする話ではないです。しっかりと最初やっぱチームのビジョン、目的、目標などを作って、ちゃんとチームのことを全部自分ごと化していくと。思考、姿勢、行動を鍛えて、尊敬されるようなリーダーになるべく努力、行動すると。で、いかなる時もポジティブであると。この辺のポイントを押さえてもらえれば、良いリーダーにやり続ければなるかなと思います。ありがとうございます。ちょっとリーダーとして頑張ります。皆様からいただくコメントは大変励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをよろしくお願いいたします。